こんにちは、みなみです。ここはどこでしょうかと言いたいところなんですけど、今日出かけたら自転車の鍵を忘れたことに気づいて、急遽イオンバイクさんで鍵を買うことになりました。というわけで、まだここは目的地ってわけじゃないんですけど、気を取り直していきたいと思います。今日の目的地なんですけど、初詣で有名な千葉の成田山に行こうと思います。なぜ行こうと思ったかというと、うなぎです。成田山は一度電車で行ったことがあるんですけど、その時はコロナが流行る前だったので、もう観光客の方もすっごく多くって、うな重の整理券が当日分売り切れちゃってたんですよ。なので今回はリベンジ試合です。うなぎうなぎうなぎ。成田山までは片道40キロぐらいあります。今回はサイクリングロードではなくて一般道を走っているので車が多くて少し不安なんですけど、事前に Google マップで調べると街中を抜けたら自然いっぱいの雰囲気がありそうだなって感じで楽しみです。そして皆さんお気づきかもしれないんですけど、冬用のジャージをついに買っちゃいました。冬のジャージは黒や白が多いイメージなんですけど、パステルカラーの可愛いのがあって一目惚れしました。なんか新しいジャージって家に置いてるだけで乗りたくなるし、テンション上がってくる。機材もだけどウェアもいろいろ揃えていきたいな。季節って朝は寒くて昼間は割と暖かいと思うんですけど、私今回も結構汗かいちゃって前側のチャックを開けると涼しくなることに感激しました。こういう細かいところは走らないとわからないから、もっとたくさん走って学んでいきたいです。うなぎまでもう少し。成田山に到着。成田山に着いたらまず自転車をどこに置こうかなって思って周辺をくるくる回ってました。200円で置けるところもあったんですけど、ちょっと遠くって困ってたら参道近くのカフェの店員さんがコーヒー一杯で止めていいよってご好意で言ってくれました。ラッキー。それがこの宝永コーヒーさんです。コーヒーの豆いい香り。ロードバイクから降りると急に寒くなって寒い疲れたって感じだったんですけど、お店に座ってコーヒー飲んでほっとしました。あったかいのが体にしみる。コーヒー好きになってきた。で、まずは今回の目玉、うなぎ。今日行ったのは有名な川田屋さんです。こうやってお店の前で生きてるうなぎをさばいているところが見れます。美味しそう。ニョロニョロがこんな美味しそうなものになるなんて信じられない。楽しみすぎる。17組待ち。残念なんですけど順番が来るのを待ちたいと思います。この参道は成田駅から 800m ぐらい続いていて、江戸時代から門前町として栄えています。参道沿いにはなんと150のいろんなお店があるそうです。私甘栗が大好物で1人で 300g ぐらいペロッといけちゃうんですけど、その甘栗のお店も3店舗ぐらいあって歩いてるだけで幸せでした。暗がり峠はこんな感じかな。それともこんな感じ？こんな感じ？ちょっと怖い。しばらく参道を歩いているとご飯屋さんの他に面白いスポットを見つけちゃいました。それがここ成田洋館資料館です。ここは和菓子の米屋さんが運営していて、なんと無料で見ることができます。撮影許可ももらったので早速行ってみよう。
栗羊羹は成田の名物で、昔はこの米屋さん含めて成田山周辺に20軒近くもあったそうです。その頃の羊羹も全て展示されてました。今日は米屋さんの歴史や羊羹を手作りしてた時代の道具が展示されていて、ちょっと見るだけでいいかなって思ってたんですけど、気づいたら30分ぐらい経ってました。なんか見てたら栗羊羹食べたくなってきた。ちゃんと歴史の勉強したから味も勉強しなきゃね。うなぎの前だけど。見てください、このフォルム。美味しそう。くるくるます。程よい苦みが美味しい。この栗はホクホク系でした。色も鮮やかだし、栗自体に深い甘みがあって、栗の風味が鼻から抜けていく感じが本当にたまんなかったです。ぜひ食べてみてください。これちょっとお店の中で見つけたんですけど、なんと1万円の羊羹です。どんな味がするんだろう。栗羊羹を食べたらもっとお腹が空いてきたので、メインディッシュに行きます。カーさんに戻ってきました。カレーの香りが食欲そそる。店内の順番はこのニョロニョロの上で待ちます。ワク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 。チュクドン。オープン。めっちゃ美味しそう。キムチも頼んでみました。いただきます。キムチはすごくいい出汁が出てて、三つ葉と最高にマッチしてました。うなぎは店の前でさばきたて、作りたてっていうのもあって、本当にふわふわで、もう好きな上品なタレがうなぎの美味しさを引き立ててました。ペロッと完食。ごちそうさまでした。お腹もいっぱいになったし、そろそろ帰ろうかなって思ってたんですけど、そういえば忘れてた。大事なお参りに行ってきます。私知らなかったんですけど、成田山って初詣の参拝客が全国トップ5に毎回入るらしいです。初詣にもう一回ロードバイクで来ようと思ったけど無理かな。成田山新勝寺は西暦940年に創建されて、年間1000万人以上もの人が来る全国でも有名なお寺です。最近食欲とロードバイクの物欲にまみれた私の心もちょっと綺麗になったかな。境内を歩いているとおみくじ発見。引いてみようと思います。何が出るかな。93万。吉でした。海や川は用心ってことは、川沿いのサイクリングロードや海沿いの三浦半島とかダメってこと？美味しいものも食べれて、おみくじも引けて、もう心残すことはないので帰りたいと思います。帰る頃にはもう日が落ちてきてました。早く帰らなきゃ。そういえば私今回初めてダンシングをしてみました。というのも、この前坂を走っている時に女性ローリーの方に抜かれて、その人の方に目を向けるとダンシングしてたんですよ。なんかペダルをくるくる回して坂を登っていく方がロードバイク上達しそうだなって思ったんですけど、女性がダンシングで坂を登っているのを見て、私もできるようになりたいなって思いました。でもちょっと難しい。片方に傾きそうになる。なんかコツとかあるんですかね。練習してかなきゃな。今回はそんな感じで動画を終わりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ